様こんにちは。前回の続きで下田へ向かっています。下田に着きました。下田といったら白浜が有名ですね。この白い砂浜がとても美しいです。水面を見たらつい思い出したことがありまして、香川県の七分ヶ浜でのポーズです。やってみたくなりました。白浜は潮だまりがないのであまり反射していませんね。お次は黒船の遊覧船に乗りたくて道の駅に併設している漁港にやってきました。黒船は下田港内を一周する遊覧船で乗船時間は20分です。あれ、ちょうど出港してしまいました。まあ仕方ないですね。堤防から黒船を見送りたいと思います。いってらっしゃい。次の便まではお時間があるので諦めます。お土産屋さんに来ました。こちらのわさび石鹸が気になります。洗ったらツーンとするんでしょうか。ご当地のお土産もたくさん売っています。お次はペリーロードにやってきました。風情のある道になっていますね。江戸末期から明治大正あたりまでの建物が多く、下田の街並みを代表する建物だそうです。こちらが見どころの尼子壁水石の建物群です。幕末黒船により来航したペリー提督一行が両戦時で日米和親条約付録下田条約締結のために行進したのがこの道だそうです。こちらがペリー艦隊来航記念碑です。お隣にはアメリカ海軍から寄贈された錨が飾られています。お時間になりましたので一度ホテルでチェックインしたいと思います。オーシャンビューのお部屋で景色が綺麗です。お夕飯は下田駅周辺のお魚の専門店にて海鮮丼をいただきました。具材も大きくて新鮮です。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。そして日が暮れましたので再度ライトアップされた河津桜を見に河津まで戻りました。詳しくは前回の動画をご覧くださいませ。次の日の朝です。まずは朝食をいただいております。朝からお寿司です。朝食後は中庭へ来ました。今日は強風です。花粉も飛んでいそうですね。チェックアウトを済ませて出発です。まず最初に訪れたのは竜宮窟です。こちらは直径50メートルほどの天窓が広がる洞窟です。波風の浸食で天井の一部が崩れて天窓ができたそうです。紅の豚のポルコのアジトみたいですね。上から洞窟を見下ろすとハート型をしています。ハートの形をしているので愛の絆を深めたい方におすすめだそうです。そしてお隣にある田牛海岸です。こちらはサンドスキー場になっていて傾斜は30度です。よくスノボに行きますが傾斜30度は結構な急斜面です。そして海は青くて綺麗です。水の海はどこも綺麗な印象です。奥に行ってみたいと思います。ここまでですかね。潮が満ちてきたのでこの先は難しいです。満潮時は海水で浸ってしまう場所だと思います。風が気持ちいいです。潮風の香りもソリも楽しそうですね。お次は南伊豆に来ました。すごーい、スケー
イルが大きいです。こちらは元気な百姓たちの菜の花畑です。名前の通り元気な百姓パワーで地域を盛り上げるのがコンセプトだそうです。また8月にはひまわり畑になるそうです。とても綺麗で楽しかったです。お次は道の駅下鴨温泉湯の花へ来ました。河津町の河津桜も綺麗ですが、南伊豆の河津桜も綺麗です。いつ見ても桜は綺麗ですね。南伊豆ものどかで落ち着きます。この景色、絵みたいですね。ぜひお時間があれば南伊豆の河津桜もおすすめします。お時間が難しい方はこちらの動画で楽しんでください。2日間たくさんの河津桜を見れて大満足でした。道の駅に戻りたいと思います。道の駅にはたくさんのお土産が売っています。私はオーガニックのシフォンケーキを購入します。お次は西伊豆にある堂ヶ島へ来ました。こちらは堂ヶ島の青の洞窟です。海の色がブルーで綺麗ですね。こちらは堂ヶ島変装堂です。青の洞窟の上にあたる場所です。早速遊覧船に乗りたいと思います。洞窟巡りコースにしたいと思います。料金は1500円、乗船時間は20分です。乗船しました。波で船が揺れています。岩の地層がすごいですね。あちらの岩の上に鳥居があります。すごい景色。これから青の洞窟へ入っていきます。壁と船がスレスレですね。水面がキラキラ光っていて綺麗です。天窓から光が差し込んでいます。こちらが堂ヶ島変装堂です。先ほど上から見た場所ですね。とても綺麗な洞窟でした。まもなく船着き場です。今度は崖を登ってみたいと思います。かなり急斜面ですね。わー、こちらも絶景ですね。波が高いですね。いい眺め。さらに登ってみます。強風ですが眺めがいいです。お次は黄金崎に来ました。下の方に行ってみましょう。すごい絶景です。名称の通り岩が黄金色です。さらに夕日を浴びると岩肌は黄金色に輝くそうです。こちらは富士見の丘です。富士山は見えるかな。ちょっと曇っていますが遠くに見えました。こちらではダイビングやサップなどのマリンスポーツもできるそうです。とても美しい景色が見れてとても良かったです。
すごい強風で前に進みません。お次は恋人岬に行きたいと思います。夜には鹿とイノシシが出没するんですね。長い道を歩いていきますと、鐘がありました。鐘は3回鳴らすといいそうです。オブジェの穴から富士山が見えます。手をつなぐ道、手をつないでる風。ここから700メートル続くボードウォークになります。先端に到着です。こちらにも鐘がありますね。説明が書いてありました。皆様もぜひ誓ってください。駿河湾と富士山が一望できて、こちらも眺めが最高です。お次は土肥に行きたいと思います。ギリギリ間に合いました。ちょうど夕日の時刻と重なったので急いで浜に来ました。西伊豆は夕日が綺麗ですからね。日没の瞬間が堤防で見えなくなりそうでしたので、急いで場所移動しています。この辺りなら見えそうです。わー、綺麗。いい場所を見つけました。真っ赤な夕日で綺麗です。あっという間に日が沈んでしまいましたね。今回は楽しい伊豆旅行ができて感謝しています。いつかゆっくりと土肥も散策したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。いいねもお願いします。